おはようございます。増田です。ということですね。今日はですね、ビデオをですね、送っていきたいと思います。いつもですね、ブログ、メルマガ見てくださって本当にありがとうございます。今日はですね、成功者についてですね、お話をしていきたいと思います。この上にも書いてますけれども、トップ 2% のドナルド・トランプがですね、よく言うところのトップ 2% の成功者っていうのはどういう人なんだろうかということをですね、お話をしていきたいと思います。なぜですね、今日はこの話をするのかといえばですね、みんなですね、勘違いをしています。例えば成功者って言ったらなんか家賃うん十万とかうん百万のとことかに住んでですね、高級車乗ったりであるとか、女を囲ってなんか生活したりであるとかですね、ハーレムみたいなですね、生活をしている人たちが成功者だと思われていますけれども、このトップ 2% の成功者の人たちっていうのは僕が会ってきた中ではですね、全然違う人ばっかりです。そのですね、代表的なですね、トップ 2% のですね、人たちの3つのですね、最も最大の要素といいましょうか、いろいろあるんでしょうけれども、僕はこの3つに絞られるんじゃないだろうかということにですね、結論づいてますんで、その3つをですね、あなたにご紹介をしたいと思います。このですね、3つっていうのはですね、とてもシンプルです。この3つをですね、実践していただくことでですね、あなたはですね、自分のですね、中の成功者っていうのが、いろんなですね、成功像があると思いますんで、いいんですけれども、なんせですね、この3つをですね、実践するとですね、自分の理想にめちゃくちゃ早く到達すると思いますので、ぜひですね、この3つですね、参考にしてみてください。1つ目はですね、これですね、1つ目はですね、トップ 2% の人たちのですね、共通点1つ目。セルフイメージですね。セルフイメージって何なのかってことなんですけれども、自分が自分のことをどう思っているかってことですね。よくですね、ポジティブシンキングとかですね、いうですね、例えば私は年収1000万になるとかですね、私は年商100億円の社長だとかいうですね、こう言うんですけれども、確かに言ってもいいんですが、果たしてその言ってる言葉、やってることというのはですね、自分の負に落ちているのか、自分はですね、本当に年収1000万を稼ぎ出す、そういう権利のある人間だ。自分はですね、年商ですね、100億をですね、やり通せるですね、素晴らしい経営者だっていうですね、ことを心の中でですね、自分で自分のことを本当にそれを信頼している。要するに、セルフイメージと言ってることとかやってることが一致するとですね、人はですね、ものすごく気持ちよく生きられます。よくあるところのですね、さっきも言いましたプラス思考とかですね、プラスこの口癖とかってありますけれども、確かにいいんですけれども、それだけでは成功に近づきません。もっと言うんであれば、自分のことを自分でどういう人間だというですね、どういうセルフイメージがあるのかということですね。このトップ 2% のですね、成功者のですね、共通点は、セルフイメージがとても高いということですね。自分には成功する権利がある。自分には何かを選ぶ権利があるんですね。ということをですね、心の底から信じています。あなたはどうでしょうか。このセルフイメージ高いでしょうか、低いでしょうか。もし低ければですね、高くするためのですね、トレーニングっていうのがありますんで、それはですね、またですね、いつかですね、紹介したいと思います。トップ 2% の成功者が持っているですね、要素ですね、2つ目。スピードですね。スピード。で、これですね、僕たちはですね、ビジネスというか仕事をしてますんで、仕事が遅い、考えて、行動に移るまでのですね、時間が遅い、企画からそれが出来上がるまでの時間が遅い。このスピードが遅いというのは致命傷ですね。今の時代ですね、日進月歩と言わずにですね、
これなんて言うんですか、秒針分歩というんでしょうか、なんかよくわかんないですけれども、ほんまに何秒かでですね、世の中が変わっていくのにですね、自分がですね、その考えが固まるまでですね、待っとったら世の中っていうのはですね、どんどん動いていってしまってるんですね。例えば、ずーっと温めてるアイデアがありますとかっていう人いますけれども、温めすぎても腐ってんちゃうかぐらいのですね温め度合いがありますけれども、待ってはいけません。基本的に待ってる人たちというのは遅いです。形が出来上がるまで遅くなります。そしてですね、出来上がるものが遅いということはですね、誰かに先を越されて2番煎じになるということなんですね。トップ 2% のですね2つ目の要素はスピードです。何せですね、正しいとか正しくないとかそんなことはですねどうでもよくてですね、スピードよくしていったら1回目2回目1回目でですね失敗したことは絶対2回目ではやりません。で2回目も改善して良くなかったことは3回目にはしませんよね。人間は学習する生き物なので、失敗を何回もですね同じような失敗をですねしないと思いますので、このスピードですねどんどんやる。まずはですね考えてやる。やってですね、成功か失敗かわからない。正しいことさえですね、正しいことだけをですね、やっていこうと思ったら、この世の中難しいです。どんどんですね、バグを出していってですね、自分にどれが大事なのかということをですね、選んでいってください。それがスピードです。そしてですね、3番目ですね、これが最も重要なことだと思います。コントロールですね。なんかカタカナばっかりですけれども、まあどうでもいいですね、コントロールですね。ここで質問なんですけれども、あなたはですね自分の人生を自分でコントロールできますか？自分の会社の売り上げを何%か上げたいから、その中でですねコントロールできますか？自分の年収をコントロールできますか？自分の生活、自分の気持ちをですねコントロールできますか？これがですねできる人たちはですね、お金があるとかお金がないとかこんなことはもう関係ありませんね。自分で自分のことをコントロールできる人たちが成功者の要素というか資質だと僕は思っていますんで、このコントロールですね、自分は今何をコントロールしたいのかということですね、よく考えてみてください。よくある間違いがですね、人をコントロールしようとすることですね。他人をコントロールすることはできません。究極のですね、いろいろですね、本とかですね、他人をコントロールするとか、なんか他人をマインドコントロールにどうなるのと言いますけれども、クソったれのことですね、自分しか変えれません。自分しか変えれないんですから、自分のこととかですね、自分の周りですね、今ある自分の状況の周りのことをですね、コントロールすることがとても大事ですね。これがトップ 2% の人たちにはある程度ですね、完璧にはできなくってもある程度ですね、自分たちの範囲内でできることができます。もう一回おさらいしましょう。1つ目がですね、セルフイメージでですね、自分で自分のことをどう思っているのか。2つ目ですね、スピードですね、待ってはいけません。待ってる間に世の中はですねどんどん動いていきます。どんどんスピードを持ってですね動いていってください。3つ目がさっきも言いましたコントロールですね。自分で自分のことをコントロールする。自分の売り上げとか自分の会社とか、自分の周りのこととかをですね自分で自分のことをコントロールする。体重とかもそうですね。コントロールすることがとても大事です。今日はですねこの成功者ですねトップ 2% の人たちのですね共通点をお話をしていきました。いかがだったでしょうか。次回はですね、基本的なマーケティングの話をしていこうと思います。世の中のですねもうほとんどですねもう 99.99999% の人たちがですねマーケティングを知りません。知っていたとしてもできていません。そのですね 0.00001% のですねマーケティングのですねを知っているですね人のですね秘訣をですね話をしていきたいと思います。これをですね知っておいてやることにおいてですねあなたは同業他社よりも確実にですね突き抜けたですね業績を出せるようになります。ぜひですね次回も楽しみに待っていてください。そんな感じで今日は送っていきました。またですね来週ですねお会いいたしましょう。さようなら。